皆さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるーくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。今回は日本人が初対面の人と話す話題についてお話ししていきたいと思います。以前、日本人と友達になる方法っていうテーマで動画を上げました。その時は日本人と仲良くなるためのコツをお伝えしたんですけど、どういう流れで仲良くなるのかっていうのは話さなかったので、このエピソードでは具体的な仲良くなる流れというか、どういう話題がいいのかをお話ししていきたいなと思います。あと NG な話題についてもお話しします。当然ね、日本人でも人によって初対面の人との接し方、仲良くなり方って違うんですけど、私はこうやりますっていうのをお伝えしようと思います。はい。まず、どういう流れで仲良くなるのかについてです。まずは挨拶。大切ですね。初めて会う人だったら、はじめましてっていうことが多いです。別にこんにちはとか、おはようございますでも全然おかしくないです。で、挨拶したら、自己紹介ですね。名前を言って、よろしくお願いしますって言うぐらいですかね。学校とかで、みんなの前で自己紹介とかだったら、趣味とか、好きな食べ物とか言うと思うんですけど、1対1で話してて、名前の後に、趣味は旅行で、とか言い出したら、聞いてないかもってなっちゃうので気をつけてください。はい。で、ここからどう話を続けていくかっていうと、シチュエーションによって違います。まずは、職場とか、バイト先とかの場合。職場で初めて会った時って、そんなに話す時間ないと思うんですよ。大抵働く前とかに会って、はじめまして、藤ですとか言って挨拶して、すぐ仕事するみたいな感じだと思います。もしそこから雑談が始まるような雰囲気だったら、無難なのはやっぱり天気の話ですかね。今日暑いですね。本当ですよね。今日37度ぐらいらしいですよ。とか。さっきまで晴れてたのに、急に雨降ってきてびっくりですよね。ねえ。天気予報見てなかったから、びっくりしました。とか。天気の話は誰とでもできるし、安全な話題ですね。ただ盛り上がりはしないですけど。まあ、間を埋めるときとか、話すことが思いつかないときとか、私はよく天気の話をします。あとは共通の話題？職場の場合は、ここで働いて何年目なんですか？とかね。この部屋寒くない？とか。その場にいることで共有できる話題ってあると思うので、そういう話をするのもいいと思います。あとその日あったこととかも話してもいいかもしれません。今日朝目覚まし鳴らなくて寝坊しちゃって最悪だった。だから今日髪ボサボサなんだよねとか。わかんないけど。そういう、その日あった出来事とか話すのも全然いいと思います。そこからその人自身のことについて聞いてもいいかもしれません。例えば、出身地。どこ出身なんですかとか、ね。
日本人だと、だいたいみんな都道府県で答えると思います。例えば、東京ですとか、大阪ですみたいな。そこに行ったことがあったら、旅行で行ったことあります。たこ焼きめっちゃ美味しかったですとか言ったらいいと思うし、もし知らない場所だったら、大阪なんですね。大阪ってどこら辺にあるんですかみたいな感じで聞いたら話が広がるかと思います。あとは趣味の話？趣味とかありますかとか、休みの日は何するんですかとかって聞いてみましょう。ただ、職場だとプライベートの話はあんまりしたくないっていう人もいるので、注意が必要です。マナーの動画でもお話ししましたけど、ハラスメントの問題とかもありますし、私的には出身地ぐらいは聞いてもいい気がします。はい。続いて、アプリとかイベントとかで出会った場合は、ちょっと違います。職場よりもフランクに話せるので、よりパーソナルな話をしてもいいと思います。最初はさっき言ったみたいに、天気の話とか、共通の話題、そのイベントについてとか、アプリについてとかね、を話します。で、その後に、相手とか自分についての話題。さっき言ったみたいに、出身地の話とか、趣味の話をしたらいいと思います。あと、仕事とか学校の話。お仕事何されているんですか？大学生ですか？とかね。アプリとかだと事前にチャットとかして、相手について知っている場合もあると思うんですけどね。あとこれはあんまり距離は縮まらないかもしれないんですけど、最近話題になっていることとかも話題にしていいと思います。鬼滅の刃の映画見ましたとか、スイーツ最近流行ってるけど、食べたことありますかとかね。初対面でも自然に話せる話題かなと思います。相手がもしその映画が見たことなかったり、そのスイーツを食べたことがなかったら、私もまだなので今度一緒に行きませんかみたいな感じで次の約束もできます。あと次の約束につなげる話題としては、食べ物の話は結構いいと思います。例えば、自分がお酒好きだったら、お酒好きですかって聞いてみて、好きって相手が答えたら、じゃあ今度飲みに行きましょうって誘えますし、好きな食べ物何ですかって聞いてみて、焼肉ですって言われたら、いい焼肉屋さん知ってるので今度行きましょうとか言えますよね。そしてこれは日本に限ったことではないかなと思うんですけど、初対面であんまり聞かないことっていうのもあります。まずは年齢。プライベートな話題なので聞かれたくない人もいると思います。明らかにめっちゃ若いとか、学生っぽいなとかっていう時は聞いても、相手も何とも思わないことが多いかなと思うんですけど、ただ海外の方から見ると日本人ってすごく若く見えるって聞くので、若く見えたから聞いてみたら30代だったみたいなことになりかねないので、あまり聞かない方がいいかなと思います。でも年齢がわからないと、敬語で話したらいいのか、タメ口で話したらいいのかわからないっていうのはありますよね。そういう時はだいたい私は
敬語で話すんですけど、そうすると距離は縮まりにくい気がします。あとは、宗教とか政治思想についても良くないですね。いろんな思想だったり考えがあって、とてもデリケートな話題だと思うので、初対面で話に出すのは避けた方がいいかなと思います。あとはお金の話。お給料はいくらですかとか。家賃いくらですかとかね。これは印象が悪くなる可能性が高いのでやめましょう。ということで本日は初対面の人と話す話題についてお話ししました。今日話したような流れでいくと会話がスムーズに進むと思います。避けた方がいい話題には気をつけてくださいね。あと、気をつけないといけないのは、質問ばっかりしすぎると面接みたいになっちゃうので、適度に自分の話も入れつつ会話していくといいと思います。日本人と友達になる方法っていうタイトルの動画で、日本人と友達になるために気をつけるべきポイントを話しているので、そちらもよかったらぜひ見てみてください。はい。今回話した内容は、日本に限った話じゃないと思うんですけど、どうなんですかね。皆さんの国では、初対面の人と話すとき、どんな話をしますか？よかったらコメント欄で教えてください。ということで、本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。